はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、100V で動く、ホームユースのエスプレッソマシン、メラキーですね。最近結構話題になってるんですけど、これをね、今日とあるところに担いでまいりました。ご存知の方、わかると思うんですけどね、これ。ということで、今日はですね、こちら、クラシトコーヒーさんにお邪魔させていただいております。すいません。エキストラの方、ちょっとずれていただいて、すいません。すいません。ちょっとね、すいません。ちょっと今撮影中なんで。はい、僕さんで。どうもー、僕でーす。ありがとうございます。はーい。ということで。やめてください。僕はフィルターのチャンネルなんですよ。こんなんレッドストーン案件ですよ。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、このメラキという、SCAJ でだいぶ話題になったんですけどね。そうですね。満を持してついに日本正規ルートで発売が開始になったんですよ。2年 ?3 年ぐらい紹介しましたよね、これ。2年ぐらいはかかってるかな。ねえ。いかんせん私が、エスプレッソ界隈はちょっとね、あんまり精通してない男なので。じゃあなんでやったんですかでもね、すごいなと思ってたんですよ。何がすごいかって100Vで動く。いや、それ革命ですよね。やばいですよ。後でね、ちょっと詳しく説明していくんですけど、それはやっぱすごくて、ただ、ポンって出ただけだとなんだかよくわかんない。ということで、今日はね、こちらのクラシトコーヒーさんの東京店さんの持ち込ませていただいて、いろいろ検証してみたいと思います。ただ、僕では分かることが、見てる人みんな分かると思うんですけど、お前エスプレッソ分かんねえだろってみんな思ってると思うんで、言っときますと、うちの M 店長を稼働させます。ありがとうございます。M 店長が、クラシトコーヒー東京のエスプレッソ担当として、次々といろんなメニューを出してて、マシンにもね、ある程度精通してるので、僕がやるよりは、バリスタ M 店長がやった方が、リアルがわかるかなと思って。いいですね。いや、もうぜひ、意見を聞きたい。では、いつもの振りで始めたいと思います。よろしいでしょうか。ここでやりますよ。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だーいってよーはい、ということでね、早速やっていきたいと思います。いや、まずね、メラキなんですけど、何がすごいか、ざっくりとちょっと私から説明をさせていただきますと、このエスプレッソマシンって、ホームユースなんです。ということは、100V なんですね。100V で動くエスプレッソマシンっていうのがメラキなんですけど、何がすごいかっていうことなんですけど、今までもホームユースのエスプレッソマシンというものはたくさんあったんです、今までも。ただ、どうしても 100V なので、パワーがね、どうしても小さいというか、足りなかったんですよ。なので、一番わかりやすいところで言うと、この抽出とミルクスチームの切り替えに3、40秒は必ずかかると。っていうのが、要はヒーターがワンボイラーしかない場合はそういう風になっちゃうんですね。っていうのを今回このメラキがダブルボイラーなんです。つまりヒーターが2個ついているので、このエスプレッソの抽出からこっちのフォームに行く際にタイムラグがない。で、それってのは今までのホームユースではありえなかったんですよ。まずそれが一番すごいところかなと。これユーザーさんからね、実は教えてもらったんですけど、ほぼ同時でもいけなくはないっていうことを言ってました。そのホームユースっていうわけには、例えば業務用で使うとか、イベントで連発するっていう時はやっぱり業務用のエスプレッソマシンじゃないと、なんでしょう、難しいというか、不安になるかなとは思うんですよね。なので、業務で使う場合は、正直その、正規品としては保証対象外になっちゃうので、そこはね、ちょっと考えようかなという。壊れたら修理はしてもらえるんですか？はい、一応ですね。有料だったら？有料だったら、日本国内で、その修理もしくはメンテナンスというか、まず見てもらえる場所というのはあるので、国内対応をすることは可能です。安心。はい。説明だけ先やっちゃうと、このグラインダーが、実はタイムモア社のグラインダーを採用していると。ここにガルバが入ってて、タイムモアのね。なので、グラインド能力も結構いいです。で、今、今日は、チューブ化の豆入ってますけど、SCAJ の時なんかは比較的浅入りの豆を十分引けていたので、そこら辺もなかなかいいかなという感じですね。意外とこのグラインダー一体型ってエスプレッソマシンなかったですよ。そうっすよね。あんまなかったですよね。オールインワンですよね。ワンストップで全部できます。今日はですね、ホームユースのこのメラキというエスプレッソマシンを実際にプロのバリスタの観点からですね、M 店長にいろいろ試していただいてますので、実際に入れていただくのと、あと、そのプロの意見ですね、をぜひ聞かせてもらいたいと思います。この後、M 店長よろしくお願いします。
ということで、M 店長、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。クラスタコーヒーの M 店長です。すごいね、チャンネルをまたいでついに有名な M 店長。いやー、もう今日大変恐縮でございます。恐縮でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。僕自身もこのマシン触れてないんですよ。そうなんですか？なんで、M 店長しかわかんないところがいっぱいあって。そうだったんですね。どうなのこれ。ちなみに今これ何の画面？これはですね、おそらくなんですが、ホーム画面だと思います。はい。で、このお豆のマークがグラインダーの設定。で、ここのブリューって書いてあるのは抽出の設定。で、ここのスチームって書いてあるのがスチームの温度の設定。それから強さっていうのも。それも変えれるんや。そうなんですよ。ちょっとびっくりしました、正直。ていうかそれ業務要求よりできんじゃねっていうレベルじゃない？しかもそれが、この何がすごいかなって思ったのが、この目視で、一発で分かるようなアイコンにしてるっていうのがすごいなと思ったんですよ。UI が優れてるってことそうです。そうです。ダメです、すごい。一個見ていこう。次なんですか？まず最初はグラインダーのモードですね。はい。で、これオートグラインダーのモードになってるんですけど、ここを押すとですね、ここで引き目が実は調整ができます。どういうこと？これ今。すごい。ここと連動してるってこと？そういうことですね。すんげえアナログに見えたけど、ちゃんとデジタル対応なんだ、これ。そうなんですよ。そこもまずびっくりして。で、次ここなんですけど、これを押すと、これはグラインド何グラム使いますかっていうのが、0.1 単位で調整ができる。これ正直すごくないですか？これだってうちにある、あれ50万ぐらいするじゃん。そう、マッツはそうなんですよ。マッツはそれと同等のことをやるってことでしょ？そうなんですよ。びっくりしちゃって。この機能ついてるんだっていう。でもここだけですでにね、かなりびっくり機能が。優れてます。かなり。かなり優れてます。はい。で、次が、ブリューのモードですね。抽出のモードになります。で、まずここの上の89って書いてあるのはテンパレチャーですね。ブリューの抽出の温度ですね。抽出温度が。はい。そうなんですよ。一応の帯から変更が可能と。いや、これもすごいな。これスライドするってこと？そうなんです。いろいろわかりやすいですよね。89度がいいよ。はい。温度変えると何が変わる？温度は、使う豆によって、温度を変えてもらって、例えばちょっとフルーティーな酸味系のものだったら91とか2とかちょっと高めでやってもいいと思いますし、チューブ化とかだったらもうちょっと低めで調整をするみたいな感じですね。出したい味に向けて温度は変えるっていうようなイメージかな。だけどフィルターっぽいですね。そうですね。考えてみればそうかも。温度が低かったら甘くて、温度が高かったらフレーバーが立つっていう。そうですね。じゃあそこで調整ってことですね。そうです。はい。で、ここの30ってとこを押すと、これが抽出するグラムが決められるんですよ。なるほど。で、面白いなって思ったのが、これはベースの30にしてるんですけど、これですね、30より下になるとリストレットってなるんですよ。すごい。ちゃんと分かってるんだ、この子。そうなんです。で、逆にですよ。じゃあ、上に行くとどうなるんだって思ったんですけど、ルンゴになるんです、ちゃんと。すごっ。これ相当なオタクが作ってるよね。そうですね。それが全然わかんねえ。勉強になります。リストレットはいわゆる通常のエスプレッソ量のイメージは半量みたいなところですね。半分みたいな印象で。豆の量は一緒だけど出す量が半分になりますよっていうのがリストレット。その通り。で、その逆を行くのがルンゴ。倍の時間をかけて抽出しますよって、倍量を使いますよっていうところがルンゴって言われますね。これはイタリアの流れです。そうですね。いや、これができるってすごいなと思いましたし、ルンゴって出るんだっていうことにちょっと感動してしまって。確かに。いいな、これ。面白い。欲しくなってきた。次はスチームいきます。はい、最後、スチームですね。ここですね。これはスチームの、自動で58度になったら止まりますよっていうモードなんですよ。これすごいね。これ、いわゆる温度計がいらない。ミルクの温度をちょっと手が熱ってなるまでみたいなんじゃなくて、もう58度みたいな。そう、ちゃんと58度を測ってくれて勝手に止まってくれると。ミルクの温度はやっぱ大事ですか？大事です。これは非常に大事ですし、慣れるまでにも時間がかかると思います。はい。これがもう一発でバチッとその温度に行くというところですね。そうなんです。家庭用ですよ。ホームユースですよ。業務にもない機能が入ってるじゃん、こいつ。本当で、本当だ。そういうものなんですね。ないんですよ。業務用こんな温度調整機能とかないもん。ないですね。スチーマーだけのやつだったらあったりするけど。はい、そうです。スチーマーだけのものはありますね。すごいと思う。で、さらに、ここの上にあるミディアムっていうとこを押すと、いわゆるスチームの圧力、強さっていうのを変えることができるんですね。強いストロングとかなると速いけど調整がむずいみたいな。そうです。はい。あれはミディアムとかだったらどれが一番やりやすかったですか？私自身はミディアムがやりやすかったかなと思いますし、最初はおそらく
このミディアム、ストロングでいくと、多分泡が入りすぎるから、マイルドとかすごいジェントルっていうモードがあるんで。これは初心者用ってことだね。そうですね。ゆっくり多分上げていく、圧を弱くして、気泡が入りにくくするっていうようなモードだとは思ってます。おそらく。だからうまくいかなかったのか。ずっとストロングがいいものだと思ってた。初心者でやって。脳筋すぎますね。だからダメだったのか。侍脳筋すぎます。ミディアムは慣れた人でもミディアムぐらいで、初めて使うんだったらマイルドとかジェントルとかで使い始めればいいよみたいな。そうですね。結構違う、やっぱミディアムとストロング。全然違いました。びっくりしました。出てる感じの目視的には全然変わらないのかなと思ったんですけど、実際牛乳入れてフォームした時に全然強さが違って、逆を言えば100ボルトホームユースでこんだけ強くできるんだっていうところがありました。ちなみに強さ変えるみたいなやつっていうのは、チップ変えたりとか、はい、かなりめんどくさいことしないと、その通りです。自分の好みに調整できないのが、これもここだけでいけちゃうっていうのは。いや、信じられないんですけど、これどういうことですか？そうなんですよ。勉強になります。あなたそうなんだじゃない。それ今僕の役ですか？エスプレッソ系のね、業務ラインは僕全然わかんないんですよ。沼が違うんですよ。そう、沼が違うから、もう勉強の、もう黙っちゃってるもんね。誰のチャンネルってなってる？本当。じゃあ実際に。そうですね。はい。はい、では早速 M 店長に、実演をしていただこうと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず付属品とかですよね。そうなんですよ。見ててすごく面白いなと思ったのが、今日はちょっとこのボトムレスっていうスパートがないタイプでやろうかなと思うんですけど、面白いなと思うのがこれちゃんとスパートのタイプ付属でついてたんですよ。これすごいなと思ったら、これなかなかないんですよね。これパッキンになってて。なんかそれこそペサドとかが作るようなやつのさらに使いやすいバージョンの感じ。そうなんですよ。ねじ込みだもんね。そうなんですよ。これすごくないですか？びっくりしたんですよ。それ外したらネイキッドになるってこと？その通りです。めっちゃいいじゃん。はい、びっくりしました。これ普通に業務用で欲しいよね。ね、こういうのが。そうなんですよね。あるんだと思って。僕にはなんか今宇宙の言葉にしか聞こえないんですけど、ここで唯一ね、ちょっと弱点というか、一応言っとくと、このメラキなんですけど、この専用のポルタフィルターでしかちょっと抽出ができないんです。そう、やってみたいね。そうなんです。実はやってみました。お店はですね、ペサドさんの使ってるんですけど、ハマるかなと思ったら若干1ミリぐらいハマらないんですよね。ギチギチ設定詰めてるから、変なことされたくないんだと思う。なるほど。なるほど。コーヒードグメ探偵は。強権の意見としてはそうなんですね。分かっちゃいましたよ。余計なことすんだと。純正でやれというメッセージなんじゃないかなと。でもね、結構問い合わせ多いんですよ。そのポルタフィルター他の使えるのかとか。なるほど。なので、それはもういい答えでした。これ全部ついてるの？はい、ついてます。タンパーとレベリングのやつとこのポルタフィルターは、ついてます。これは。じゃあ、新しくなんか買わなくてもいいっていうか、もうこれで本当に完結って感じ？そうですね。基本これで完結。ミルクピッチャーもついてるんですよね。そうですね。ミルクピッチャーも、これもついてると。なので、ほとんどね、もう完結しちゃうんですよね。始めやすいですよね、これは。そうですね。これ買えば OK みたいな。最低限のここの知識はさっき M 店長が言った分を参考にしてもらったらいいかなと思うんですけど。そうですね。少しでも、参考になれば嬉しいです。実際に実演をお願いします。はい、じゃあ参ります。じゃあまずグラインダーで引いていきますね。今日は 18g を19という引き目でちょっとやっていきます。で、このグラインドボタンを押すと、これさ、真ん中より粗いところでエスプレッソ用の引き目になってるってことだよね。そうですね。っていうことは、このグラインダーは多分フィルター用に引くっていうのは難しいかもしれない、ね。おそらくそうだと考えられます。逆にエスプレッソの域が広いから、割とどんな豆でも圧がちゃんとかかるところにセッティングしやすくはなると思います。なので、逆にここから使わんと思うけど、10とかね。そうですね。なのでやっぱり浅入りとかまでいけるんだろうなっていう認識ですね。今 M 店長は19引き目。引き目は19です。19で 18g。はい、そうです。はい、今引き終わりましたので、めっちゃ綺麗ですね。綺麗に引けてます。綺麗ですよね。さすがタイムモア製の。すごい。こんなことするんですね、タイムモアはね。一部提供みたいなね。ね。これも綺麗にはまるようになってるんだ。すごいです。ポルタフィルターにね。これちゃんと磁石なんです、下。なるほど。これだけでも価値あるけどね、エスプレッソグラインダーとして。で、これで、レベリング。そうですね、レベリングします。で、ここで、
使う前に一回通します。あ、そこ水落として大丈夫なの？大丈夫です。はい。ここでセットしますと。じゃあ、失礼します。すごい、ここなんかエンジョイなんちゃら。はい、そうなんですよ。で、これで今度ブリューのモードですね。ブリューを押して、このままスタートします。おー、かっこよ。なんか、かっこいいですよね、これ。これ時間が出て、下のグラムが。おー、すごい。すごいなと思うのは、この下側スケールになってるんですよ。これって、ないんですよ。業務機。エスプレッソスケールっていうものがあるぐらいだから別で。そう、うちも別で使ってるぐらいなんですよね。これすごく便利だなと思いました。確かに。業務用に組み込んでほしいよね。本当ですよね。いや、止まります、これ。左が秒で、右が。という感じですね。おー、なるほど。ちゃんと予測して最後の部分も合わせて30になるように。そうですね。怖っ。自動で止まると。はい。なるほど。いや、大体最後のちょろちょろっていう分は計算に入らないことが多いんですけど、これちゃんと最後のちょろちょろまで踏まえて30になるように。すごいですね。下液面を見せてもらう。こんな感じで。はい、これがチーズになります。これは今、リストレッドのダブルに、ごめんなさい、させていただいてます。ごめんなさい、ボトムレスって最初言ったんですけど。はい。さっきがスパウトでやってもらったので、ボトムレスの方もちょっと試してもらいます。はい、では参ります。めっちゃうまそう。わ、すごいっすね。すごい。いいな、めっちゃうまそうなんですけど。ですね。はい。はい。で、最後、次。ちょっと気になるとこですよね。スチームです。来ました。みんな気になるのは、スチーミングちゃんとできるかと、ラテアートまでできるかっていう。いやー、ドキドキですね。これ、スチームボタンっていうのと、パドルがついてて、ここが手動のパドルなんですね。いわゆる空ぶかしができるわけですね。これで先についてたものをしっかりと落とすと。牛乳を落として、で、ここから本番ですね。ミルクを今、ピッチャーに注いでます。だいたい200弱ぐらい、ちょっと多めで気持ちやってます。はい。これ自動でいける？はい。いけます。じゃあいきますね。で、ノズルをしっかり差し込みます。で、スチームモードを押します。58度でちょっと設定してみてます。再生ボタンを押すと。こういう感じで止まりましたね、今。で、最後、動いてますね。しっかりと出して、こんな感じでツヤツヤですね。おー。きれい、うまい、いいっすね、これ。ちなみに普段から業務用機でやってると思うんですけど、ラテアートのしやすさはどうですか？めちゃめちゃやりやすいですね。フォームがかなりツヤツヤに綺麗にできますね。すげえ。いや、すごいですね。これ本当ホームユースなのかなっていう。神じゃん。マジすごいですね。なるほど、ありがとうございます。はい。これって、使い終わった後っていうのは、なんかメンテナンスとかってどうするんですか？はい。基本的にエスプレッソマシンは毎日洗浄していくんですけど、これなんかさっき今日触ってたらなんですけど、ここになんかお掃除マークがあるんですよ。で、お掃除マークを押すと、バックフラッシュクリーンっていうのがあって、いわゆる、通常のフィルターって、穴が開いてるんですけど、そうではなくって、こういった穴を閉じたパーツがあるんですね。バックフラッシュって、いわゆる水が通さないから、逆流をしていって、その抽出の中のノズルを掃除していくっていうモードがあるんですよ。なるほど。はい。で、それが、機能として存在しているので、使い終わったら、
このなんか書いてる英語をちょっと読む感じだと、付属のこのブラインドフィルターと洗剤を使用して月に1回マシンのバックフラッシュをしてくださいっていう、やることをお勧めしますよっていうふうに書いてるので、できれば、果実というか、できれば頻繁にやっていただいた方がいいんじゃないかなと。その方がマシンは長持ちすると思います。エスプレッソマシン、あとは、ここのノズルの部分、これがどうしても牛乳がタンパク質で熱によってこうやって白く固まっていっちゃうんですよね。なので、ここをできれば専用の洗剤があるので、そのタンパク質を分解させる洗剤をつけ置きして洗った方がおそらくいいんじゃないかなと思います。スチームとかってどうですか？いつも業務でやっているものと比べてパワー的には十分な感じ？十分です。びっくりしました。はい。正直、今使ってる、業務用機と、遜色ないと言ったら言い過ぎなんですけれども、それに負けずとも劣らずというか、はい。しっかりと、お家でもラテアートが楽しめると思います。ホームユースの100ボルトでここまでできるっていうのは、本当になんか、いろんな機能もね、今、ありそうだったし。そうなんですよ。今見てたら、なんかこれ、機能として、スケールモードですよね。いわゆるここで、ただ測るだけっていうこともできますし、なんか見てたら、お湯出すだけのモードっていうのもありますし、おそらくこれ、そうですね。お湯モードみたいな感じでしょうね。はい。っていうのがあったり。研究しがいがありそうですね。そうなんですよ。これ非常に面白いですね。はい、ということで、皆さんお疲れ様でございました。ございました。いや、M 店長の神解説でしたね。いや、本当にね、お金取りたい。いや、本当にすごい。これ、超有料級の多分情報、日本で一番詳しい解説ぐらいだと思います、今日ね。とりあえず、M 店長に入れていただきましたので、はい。いただきます。いただきます。うま。美味しい。これ家でできるのやばいっすね。いや、これほんとやばいっすね。これお店来なくなっちゃうよ。それ言いますよね。ホームユースでここまでできるって今まででは考えられなかったっすね。ない。絶対ないこれ。むちゃくちゃ優秀なおもちゃだと思う。ここまででも僕もめちゃくちゃ勉強になりましたけど。いや、本当の話すると、これで業務用作ってほしい。ぐらい完璧。神木ですよ。発想がやっぱ面白いんですよね。面白い。ちょっとね、メラキってね。うん。今までの家庭用機の中では絶対に出てこなかった発想だと思う。これにしかない。結構まだまだ深掘りできるなっていう感じなんで、ぜひ、はい。クラシタコーヒーさんの動画でももっと深掘りしていただけ、ライブでやろう。ライブでやろう。いいっすね。これ。うん。ライブでやって、で、タイミング見て体験会やりましょう。いいっすね。実際に触れますっていうのを。ね、それいいかもしれない。その試せる場所として浅草橋っていう場所で。安心ですよね。一回試すとね。一本ではね、正直取り切れなくて、なので、ちょっと何回か、クラシタコーヒーさんのチャンネルをお借りして。だから。お願いします。はい。はい、ということで、皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でまた、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。コーヒーは自由だ！さよなら。